こちらからはですね、医療のデジタル化ケーススタディということで、私、杉本の方からご講演させていただきます。先ほど若林先生より、医科歯科大学におけるコロナ対応、並びにその過程の中でデジタル化というものをどういうふうに進めてきたかといったところをお話しさせていただきました。ここからはですね、少し海外に目を向けて、海外ではどのような取り組みがされているのかといったところを、イスラエルという国を一つ焦点を当ててケーススタディとして考察していきたいと思います。そもそもなぜイスラエルなのかということですけれども、皆様イスラエルという国はご存知でしょうか。イスラエルは中東にある人口は1000万人弱の非常に小さな国でございますけれども、その高い技術力で非常に注目をされています。それは医療分野も同様で、特にデジタルヘルスの技術で高い注目を世界中から、集めておりまして、一例としまして2019年のデジタルヘルス関連投資においては、イスラエルは米国、中国に続いて世界第3位の投資額を受けている国でございます。日本政府もこのような背景からイスラエルのデジタルヘルス技術というものに注目をしておりまして、昨年2019年初旬にデジタルヘルス分野での連携強化に関する覚書というものも締結され、この分野での両国の関係といったところも深まっております。このような背景から本日のケーススタディのテーマとしてもイスラエルを選定させていただいております。近年、デジタルヘルスという言葉は非常によく聞かれるようになってきておりますけれども、実際はデジタルヘルスというのは非常に幅広い概念であると認識しております。例えば診断で使われるものもあれば、治療で使われるものもある。その、あとですね、リハビリテーションであったり、モニタリングで使われるものもございます。また他の視点としましては、病院で使われるものもあれば、患者さんが自宅で自分自身で使われるものといったさまざまな概念がこのデジタルヘルスという言葉を構成しています。本日のケーススタディでございますけれども、これらのですね、デジタルヘルス技術が医療現場において実際にどのように活用されているのかというものを、イメージビデオも活用しながら考察していきたいと考えております。ケーススタディの現場として、世界的にもですね、注目されているイスラエルの有力病院、シバメディカルセンターにおいて、新型コロナウイルスの感染患者に対してデジタルヘルスがどのように活用されているのか、これからビデオをお流しいたしますのでご覧ください。ビデオの中では合計6つのデジタルヘルスを紹介させていただきます。日本語による吹き出しで説明も登場しますので、そちらも合わせてご確認ください。Everything will be okay. I'll talk to you in a minute. Okay, bye. Hello, Mr. Cohen. My name is Dr. Goodman, and I'm about to ask you a few questions regarding your medical condition. You know, the Vocalis app installed on your cell phone detects changes in your voice and breathing. It might indicate a deterioration in your condition. And please now open the Cytocare kit next to you, and we will start with you holding the main device. That part, exactly. It's a technology that was originally designed to examine patients at home using telemedicine solution. Alice, can you tell me the urine output in the last hour? Yeah, according to the Sereno system, it's 105 milliliters. It's been like that for the past 8 hours. Dr. Ellen? Yeah. We just got a notification by the CLUE system that Mr. Cohen in bed number 3 is expected to be in a severe respiratory deterioration in the next 8 hours. Oh, let me see his vital signs. I understand that. Okay, I think we will need to ventilate him. Please call.
My wife is. No problem. As soon as possible. No problem. We will do that. You'll be okay. Don't worry. Stay strong. Say my regards to your mom, your dad. Using the Extra Health virtual reality system that allows a very tired, tensed health professional in this case to go into a room and to actually play a game or just relax. はい、先ほどこちらのビデオでご覧いただきました通り、さまざまなデジタルヘルス技術が、異なる目的、シチュエーションで使われているといったところをイメージ持っていただけたのではないかと思います。ここからは、ビデオに登場しましたデジタル技術のうち4つを簡単に解説させていただければと思っております。まず1つ目の事例としまして、医療機器デバイスを活用した遠隔診療の実効性の向上でございます。こちらのデバイスを使って、患者さん自身が例えば喉の状態、例えば聴診の状態、このようなデータを患者自身が計測した上で、そのデータを医師と共有することによって遠隔診療の実効性を高めるという取り組みが進んでおります。先ほどのビデオではこちらのデバイス技術がですね、病院の中で使用されておりましたけれども、病院ではなく在宅の現場でどのように使われているかというものをイメージビデオ、次にご準備しておりますのでご視聴ください。Introducing Tyto Home by TytoCare, an FDA-cleared award-winning remote medical exam kit that enables you to get a medical exam by a medical professional from the comfort of your home. The Tyto device comes with an app and special adapters for examining the heart, lungs, throat, ears, abdomen, skin, and temperature. Let's see how it works. Turn on the device and app to start your exam. Once a connection is established, the clinician will take control of the Tyto device and guide you through the entire exam. For example, with the stethoscope adapter, the clinician can listen to lung and heart sounds in high quality, or use the otoscope adapter to examine the ears for any infections. Join the thousands of satisfied users who have chosen Tyto Home to get answers quickly. こちらのビデオがお示ししました通り、同じ技術であったとしても、病院あるいは在宅、この異なる場所でそれぞれ異なった形で使用されていることが進んでいます。2つ目の事例でございますけれども、こちらは患者の声のデータを活用した健康状態の変化の早期発見でございます。こちらのようにですね、スマホアプリが患者の声のデータを継続的にモニターして、そちらに AI の技術も加えることによって、医師が例えば呼吸機能であったりとか、例えば認知機能の悪化の兆候を早期に発見するという取り組みが進んでいます。こちらは、これまで患者の声といったところはそこまで診療の場でも使われることはなかったかもしれませんけれども、スマホのアプリですとか AI の技術の発展によってこのような声のデータといったところも積極的に医療に活用されるようになってきています。3つ目の事例ですけれども、 AI マシンラーニングを活用した患者モニタリングの高度化が挙げられます。特にこちらは病院の中で集中治療室 ICU などで、こちらちょっとイメージをお示ししております通り、患者の例えば検査データであったりバイタルデータというものを継続的にビッグデータとして蓄積した上で、患者ごとの特徴を考慮した上で容体悪化であったりとか増悪の兆候をデータを通じて継続的にモニターする試みが進んでいます。最後の事例でございますけれども、高齢者ソーシャルネットワーキング機会の確保が挙げられます。現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、人と人の交流機会が制限されることによって、
それに伴い、生活習慣病であったり、認知症が悪化するなどの課題が指摘されているところではございます。そのような中で、高齢者でも使用可能なソーシャルネットワークプラットフォームというものを通じて、リアルの接点がなかなか持てない環境においても、高齢者同士、エンターテインメントを提供して医療へ貢献するといったような取り組みが進んでおります。こちらも簡単にイメージを持っていただくためにイメージビデオを準備しておりますのでご視聴ください。Meet Uniper. Uniper is an intuitive system enabling you to instantly connect with everything and everyone you love. Uniper Box hooks up to any TV screen, making it accessible and easy to use. Exercise your body and mind in wellness and fitness sessions. It is not like watching a video. It's having discussions in real time with presenters and other participants that can see, hear, and talk with each other. Socialize with your friends and community through Uniper's live video group sessions and interactive activities. はい、本日ここまでケーススタディとしまして、ビデオも交えながらいくつかのデジタルヘルスの技術を事例としてご紹介してまいりました。先ほど若林先生のセッションでも医療のデジタル化の意義といったところで、疾患の早期発見、医療従事者の負担、感染リスクの低減、医療資源の生産的な活用、患者のコミュニケーション機会の確保といったところを挙げさせていただいておりますけれども、今回ご紹介いたしました、事例もそれぞれの目的に沿って活用されております。疾患の早期発見といったところですと、患者の声のデータといった従来は活用されてこなかったようなデータを診療へ使っていこうという取り組みが進んでいます。体調のわずかな変化を発見することによって診療早期に開始につなげるといった価値を創出しています。医療従事者の負担感染リスクの低減という意味では、医療機器デバイス技術の進化に伴って患者自身による健康状態の測定機会というものが広がっております。そしてその測定データといったものを医療従事者と共有することによって遠隔診療の実効性を向上することで、患者と医療従事者の接触機会は減らしつつも適切な診療を提供するということが可能にされつつあります。医療資源の生産的な活用という意味では、膨大な患者データといったものを AI やマシンラーニングを活用することによって医療従事者の人手を介することなく、これまで以上にきめ細やかな患者のケアを実現しようという取り組みが進んでいます。最後の患者のコミュニケーション機会の確保というところでは、特に日本は単身を含め高齢者が増加している環境において、身体の健康もさることながら、精神的な健康の維持といったものも非常に重要な要素になってきています。そこで必ずしも医薬品であったり医療機器といったものだけではなく、エンターテインメントを使うような非医療的なアプローチといったものも今後ますますの活用の機会が見込まれるのではないかと考えております。以上でこちらのケーススタディパートを終了させていただきます。